はい、こんにちは。今日はですね、リヨン風サラダを紹介しますね。私がですね、これを初めて食べた時はね、材料はシンプルなんですけれども、とっても理にかなった味で、大変感心しました。さすがに食いしん坊のフランス人が作った考えた料理だな、これは一本取られたなっていうね、そんな思いがありましたね。しかしね、今日はね、それにですね、一手間かけてもっと美味しいサラダを作ります。はい、見せてくださいね。はい、材料はね、たったこれだけです。今日はですね、このアンライブという野菜を使いますけれども、これちょっとね、こう硬くてですね、歯ごたえがあるんですよ。そして酸に強いんですよね。ですから今日これ使うんですけれども、もしこれが手に入らない場合は普通のもうレタスで十分です。これがですね、ゆで卵でトマトですね。それでこちらはですね、玉ねぎ、今ちょうどですね、新玉ねぎが出て美味しいんですね、甘くて。ですから今日はこれを使います。それからですね、ベーコンがですね、カリカリに焼きますけど、その焼き方がポイントですからよく見ておいてくださいね。それからこちらオリーブオイルとマスタード、それと白ワインビネガー、塩コショウ、こちらでですね、ベーシックなフレンチドレッシングを作ります。それでこのパンをですね、今日はですね、そうですね、1センチぐらいにこう切ってガーリックトーストのようなものを作ってですね、サラダと一緒に食べるととっても美味しいんです。さあ、それじゃあ始めますよ。はい、それではこれからですね、フレンチドレッシングを作っていきますね。まずですね、塩コショウします。次、白ワインビネガーですね。これをちょっと入れてね、これでですね、よく塩をね、溶かすんですね。で、マスタード。はい、これでね、デジョンマスタードが入りました。そしたらここでですね、ちょっとかき回してですね、完全に塩を溶かします。最後にですね、オリーブオイルを入れますよ。これをですね、泡立て器で混ぜながら、まあ最終的に分離するんですけれども、ここではですね、とってもきれいに乳化すると思います。はい、これで乳化しましたね。でもこれ一度また分離します。しばらく置いとくと。でこれでですね、お酢とオイルがですね、きちっと分量通り入りました。これで完成です。簡単ですよね。これをベースにですね、いろんなソースができてくるわけですよね。これが基本ですから。でこれをですね、冷蔵庫に入れとくとオリーブオイルが固まってですね、なかなかこう使いにくいんですよ。ですからね、使うときはですね、しばらく常温に戻してから使ってください。はい、これで終了です。はい、それではね、卵入れますよ。お湯沸いてきましたね。そしたらお塩ちょっと入れて、はい、卵はお湯から入れます。沸騰したお湯の中に入れます。これ直に入れると沈んで鍋底に当たって壊れますから、こういうのでですね、こうやってゆっくりと優しく入れてあげてくださいね。はい、これであとですね、7分茹でます。今日は。はい、それじゃこれをですね、冷ましますよ。これでね、半熟になってると思いますよ。茹で上がった卵はですね、そのまま冷水に取りますよ。はい、それではですね、今日のね、ポイントですよ。ベーコン焼きます。今日のベーコンをですね、こんな風に焼きます。はい。これで魚のグリルです。フライパンで焼くよりですね、これで焼いた方がですね、柔らかくて美味しくてですね、ジューシーに焼けるんですよ。ここにですね、いきなりこう、直接ね、こうやって入れてですね、火をつけるとですね、網にですね、こびりついてこう取れなくなっちゃうんですよね。これ一度ですね、軽く温めます。熱々にしなくていいです。これでちょうどいいと思いますよ。どうですよね。はい、手で触ってもまだ触れるぐらいの厚さ。はい、そうしたらですね、ここにですね、捨て油がありましたらですね、これキッチンペーパーに取ってちょっと油塗ってあげてください。はい、それじゃあ入れますね。またですね、魚を焼く時なんかもですね、こうやってちょっと温めて油を塗ってあげると皮が剥がれなかったりですね、きれいに焼けます。はい、並べましたね。はい、そしたらこのまま大体ですね、3分ぐらいですね。はい、いい感じですね。ちょっとね、これ黒いところね、これ苦いですからね、ちょっとハサミでね、切り取りましょうね。はい。それでは、下準備が終わりましたので、じゃあ今度はですね、最終の作業に入りますね。まずね、こういった、ちょっと食べやすく、ちょっとこう、サラダをね、
ちぎりましょう。はい、これですかね。はい、これ新玉ねぎ。普通の玉ねぎを使うときはね、辛いので水にさらして使ってください。はい、これでいいでしょうね。そしたらね、そうですね、このくらいの厚さのがいいかな。これ1センチぐらいですかね。このくらいの厚さがいいと思いますよ。2枚、3枚、5枚焼いていきましょう。アンコールがあるかもわからないからね。美味しくて。そしたらですね、これちょっとオープントースターで焼きます。はい。はい、じゃあですね、次パンに塗るニンニクを切りますね。はい。で、大体いつものように真ん中から切って中のニンニクの芽を取りますね。これはね。はい、取りました。そしたらですね、こうやって手でパンを塗るときで手が臭くなるので、フォークでこうやって刺しておきます。いいですか？はい、そしたらあとはですね、パンが焼くのを待ってるだけです。はい、焼きましたね。取りますよ。そしたらですね、これのパンのね、この表面がですね、おろし金の役割をしてくれるんですね。いいですか？こうでしょ？ほら。これ結構ですね、ニンニクのね、味がね、染み込んでます。いい匂いです。もう大好きな人は両面やりましょう。はい、見てください。ニンニクほとんどなくなりましたよ。さあ、それではですね、最後の仕上げにしましょうね。まずですね、先ほど作ったドレッシング。どうですか？分離してますよね。よくもう一回混ぜ合わせて。はい。よく混ぜてください。次ベーコン入れますけど、この1枚でちょっと長いですよね。だからね、これをね、包丁で切ればちぎった方がいい感じが出るんですよ。こうやってはい、こんなにね。これちぎってください。はい、そしたらこれをですね、今度お皿に盛り付けていきますよ。見てください。うわー、美味しそう。盛り付けはね、その人のセンスですからね。はい、こんなのがいいかな。続いてね、トマト乗せましょう。続いて卵ですよ。いい半熟に。卵をね、切るときにですね、これをね、一回切った卵の黄身がついてるとき切るとね、卵がね、綺麗に切れないんで、一回ちょっと今洗いました。こうやってくっついちゃうんですよ。はい、まあいいでしょう。そしたらね、ここにね、胡椒しておきましょうね。胡椒だけ。はい、この黒い胡椒と黄色と白、綺麗ですよね。そしたらですね、最後にね、はい、トーストしたパンですね。はい、これで完成です。はい、いかがですか？今日はですね、シンプルなサラダでしたけれども、これをね、食べるとね、口の中でですね、美味しい味を作ってくれるんですよね。この組み合わせ。そしてですね、この野菜のシャキシャキ、そしてベーコンのパリパリ、ポリポリっていうのかな。それとね、このフランスパンのね、クリスピーな、これクラッカーのような、なんとも言えない香ばしい味。これがすごくいいアンサンブルでですね、とっても美味しいです。皆さん、ぜひ作ってください。はい、またお会いしましょう。